本日もお疲れ様です。とっとお米チャンネルマイカです。一つ前に投稿したチャンネル登録者数1万名様ありがとうございますの動画の中でもお伝えした通り、今回は私の動画編集ソフトだったり、そもそもどんな編集の経歴があるのかお話ししたいなと思います。私は今 YouTube チャンネルを開設して4ヶ月半ほどの超初心者ですが、ちょっと YouTube 興味あるとか、これから動画撮影や編集をしてみたいなという方や、今やってるけど他の人はどういう風にやっているのか気になるなっていう方のお役に少しでも立てればいいなと思います。全く興味ない方にもとっとお米チャンネルの動画はこうやってできているんだなって楽しんでいただければ幸いでございます。あと最後にちょこっと撮影の裏話というか、台本を書く際に気をつけていることとか、いつも通り脱線を結構するかもしれませんが、よろしくお願いします。はじめに購入品の URL を動画の説明欄に貼りたいなと思ったのですが、値段が変わっているものがあったり、 URL を全て探すのに時間がかかってしまいそうだったため、お伝えできませんがご了承くださいませ。まず私が使っている機材について、これは語る内容がないくらい数が少ないのですが、カメラは一つ、これ iPhone のこれは、13 Pro だったかな、はい、YouTube を始める直前に買い替えたので、今のところ一番最近のやつです。はい、ちゃんとしたカメラを欲しいなって思ってたんですけど、かの有名なヒカキンさんもなんか結構 iPhone で撮影することがあるっていう風におっしゃっていたので、初めはこの子で十分かなって思って、操作も慣れてるし、今の iPhone は画質もかなりいいと思うので満足してます。で、このマイクはタスカムさんの DR07X を使用しています。ロールプレイ動画で音の別撮りが必要なものも全部このマイクを使ってこれだけで録音しています。
質はもう iPhone の純正の方がはるかにいいので、まあ長さを気にしなくていい撮影の際はその純正を使うこともあるかもしれないです。最低限撮影に必要なものは今ご紹介したそのカメラとマイクのみだと思うんですけど、私はその背景を構成するロールプレイ動画が多いので、照明とグリーンバックも必需品です。照明はもうこの一つしか持っていなくて、これは Amazon で購入した3000円台の LED リングライトなんですけど、ライトの色味が3種類あって、明るさもね10段階ぐらい調整できるものを購入しました。まあ本当はちゃんとしたライトが欲しいなって思ってるんですけど、保管場所とかもねなかなか限られているので、この子に頑張ってもらいます。グリーンバックは4000円くらいのものをこれまた Amazon で購入しました。グリーンバックは撮影時がもう勝負で、影ができないように照明をしっかり当てて、その色をね均等にすることと、シワをピーンと伸ばすことがかなり重要だと何度か撮影したり調べて学びました。そうしないとうまく構成ができなくて、編集時にかなり苦労します。それをきちんとやっていてもそのクロマキー構成って難しいので、私は撮影前にグリーンバックのアイロンがけと養生テープで壁にピーンと固定をしています。撮影の必須アイテムはこれくらいで、次に編集についてです。編集ソフトは Adobe のプレミアプロを使用しています。編集ソフトっていろんなのがあるじゃないですか。なのでどれがいいのか全然わからなくて、私は先ほどお伝えした通りすごく機械音痴なので、困ったことがあった時に調べて解決方法がすぐに出てくるっていうことが大事だと思って使っている方が多くて、調べると情報もたくさん出てくるファイナルカットプロかプレミアプロにしようと思いました。はじめはApple のファイナルカットプロが自分の中で優勢で、パソコンも Apple 製品の MacBook Air を使っているし、ファイナルカットプロは感覚的に操作ができて、編集初心者の方にも使いやすいみたいで、
ビのサイトを開いたら、あと何分間限定で年間契約〇〇パーセント引きみたいなのが出てきたんですよ。これは運命かなって思ってポチッとしました。プレミアプロを使っていて難しいこともたくさんありますが、 YouTube でもブログとかでも調べるといろんな編集の方法を紹介してくださっているクリエイターさんがたくさんいらっしゃるんですよ。ありがたいことに。そのクリエイターさんたちのおかげでこんな映像が作りたいっていうものが気合があれば自分で作れるので、今はプレミアプロにしてよかったなと思ってます。ではメッセージなどで、質問が多かった私の編集の経歴についてですが、もうここまでの内容でわかりますよね。私はこの YouTube を始めるまで編集というものを一切やったことがありません。お米はあるどのロールプレイに出てくるイラストとか、動画の最後にいつも出てくるイラストとかもね、自分で描いているんですけど、デザインの勉強とかもしたことはないです。何度かお話ししたように、私は昔から本当に機械が苦手でした。パソコン使ってると警告というかポップアップウィンドウで出てくるじゃないですか。あれが出てくると内容が投稿じゃなくて、もうその存在自体でなんか出てきたってパニックになっちゃって、キャンセルとか×とかもう速攻押してなかったことにするっていう感じの人間でした。どれくらい機械が苦手かわかりやすい、おそらく惹かれるようなエピソードを話すと、初めて事務系のお仕事をした時、パソコンの電源が入れられませんでした。やばいですよね。ただちょっと言い訳をさせていただきますと、
しくないからこれなんだって思ってそのスイッチを押しました。実際はそのデスクの下、足元の奥の方に PC があったんですけど、先輩にはそれモニターの電源なんだけどってキレられてしまい、最悪の初日でした。でも先輩からしても最悪というか絶望の初日だったと思います。申し訳ない。ということで機械音痴だし、その機械に対しての苦手意識が強すぎて、その編集ソフトを使うなんてもう本当に1ミリも考えられないような人間だった、私なので、今でも編集をしていてもうね、わからないことだらけで頭が爆発しそうな時もあります。いや、もはや爆発してます。編集をしていてパソコンが固まっちゃって動かなくなるっていうこともね、結構あって、泣きそうになることもあります。でもこんなのが作りたいとか皆様に届けたいって思いがあるので、日々困りながら調べながら、頭を抱え、時には体育座りもしながら動画制作をしてます。でもそんな人間が編集プロですかなんてね言っていただける未来があると思うと、人間なんだってできそうな気がしてきませんか？でも私が頑張れるのは温かいお言葉をくださる皆様のおかげなので、本当にいつも感謝してます。ありがとうございます。じゃあ最後にちょこっと撮影の裏話というか、主にロールプレイ動画で気をつけていることなんですが、現実世界の物語でもファンタジー系の物語でもなるべくリアルにというか矛盾なく作りたいなとは思っていて、人間なので完璧ではないですし、その狭い部屋で限られたスペースで撮影しているので、難しいことだらけですし、完成度は高くないのですが、見ている方がその物語に入り込んで楽しめるようにしたいなとは思っているんですね。なので台本を書く際にはその場所の
タジオみたいな感じで貸し出したりもしているから、お部屋の数が多くて、そうやって撮影スタジオとして使われない日は従業員が自由に使える休憩スペースになっているんですね。あれは毎回同じ部屋だとつまらないけど、物語のつながりを分かりやすく持たせたくて、そういった設定にしました。ちょっとここに多分編集で画像を入れるんですけど、小さすぎて見えなさそうだったらドーンとここに出しますね。実はその休憩フロアはこんな感じの間取りになっていて、この星マークの部分は物語の中でお姉さんと会話をしている位置です。で、左下のところが休憩スペースの入り口で、目の前に大きなカフェスペースが広がってます。2話目のメイクをしてあげるロールプレイのメインの舞台はここ、そのカフェスペースで、お姉さんがカフェスペースを背にして座っているような設定でした。で、左奥のルーム1と書いているお部屋は一
場していないお部屋がありますが、そこが一つの部屋なのか二つに分けるのか、はたまたその先が拡張するのか、もしかしたらね、カフェスペースがリニューアルとかね、この先のことはまだまだ決めてないので、何が起こるかわかりませんが、これから続く物語も楽しみに、ゆるりと気長にお待ちいただければと思います。撮影についてのいろいろや私の編集歴についてのトーク、楽しんでいただけましたでしょうか。撮影や編集がうまくいかずにへこむ日々ですが、いつも皆様の温かいお言葉や応援のおかげでこのように動画を完成することができているので、これからもよろしくお願いします。動画編集をしている方は、一緒に頑張りましょう。楽しんで動画作りましょう。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして